ちょっとした悩みなんだけど。はい。なんかどこまで女性として強くなっていいのか。はい。おー。ってあるなって思ってて。はい。やっぱり女性って守られる存在でありたいとも思うんですよ。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はノンアルで。ノンアルで。マイさん飲んでるの何ですか？これノンアルのモクテルで、はい。ノンアルの白ワインと、エルダーフラワーと、なんとかシロップって書いてあって。でも美味しいです。飲みやすい。なんか蜂蜜も入ってる気がする。私のは、レッドワインでした。のモクテル。はいはい。美味しい。いいですね。いやー、マイさん今日もお疲れ様です。お疲れ様です。今日は朝から何してはったんですか？いや、今日は、朝息子を送って、で、その足で JPN っていう、こっちで役所みたいなところに行って、でその後、フォーミーウェルネスの、決算が無事に終わったので、1年目の。その決算の、報告を受けに行って、そこでちょっといろいろサインとか署名とかして、で、そのままピラティス受けて、フォーミーのお客さんがランチに連れてってくれるって言って、千早さんっていう整体をされてる方が、日本から今ポップアップでフォーミーでやってて、で、その千早さんが今日帰るから、千早さん含めてみんなでランチ行こうって言ってくれて、だからそのお客さんすごい千早さんの施術気に入ってくださって、そう、もう3回も多分期間中受けて。そう。で、なんか今日ランチ行こうって言ってくれて、そう、リッツのヤムチャに行ってて。で、今って感じです。めっちゃ朝からいろいろ動いてあります。そうですね。今日もめっちゃ動きました。結構マイさんって朝からこう活発にいろいろ予定入れて動かれてるイメージなんですけど、なんかストレスとかたまらないんですか？そうですね。でもなんかさっきもこの話してて、ピラティスのお客様、66歳なんですけど、もう本当に肌とか髪とかも綺麗で、本当に誰よりも食べるんですよ。今のヤムチャも誰よりも食べてて、すっごい健康だから、その若さとか美容とか健康の秘訣何って聞いたら、やっぱりハッピーでいることって言ってて、まあストレスをためないで、もう小さなことは気にしないで、ハッピーでいること。もう OK だって。マレーシアだと OK だって言って、もう OK だの精神でいるのがいいって言ってて、まあ本当にそうだなと思うので、私もだからあんまりストレスを頼めないようにしようとしてて、なんかストレスで感じることとかもちろんあるんですけど、まあそういうことを本当に気にしないように自分で解決したり、あと本当にストレス感じてたらゆっくり休むとか、マッサージ行くとか、体動かすとかして、バランス取ってる感じですか？すごいですね。自分で自分のご機嫌を取るじゃないですけど、そういうのって昔から意識されてたんですか？そうですね。年とともにできるようになってきた。まあなんか、強くなりすぎたっていうのはあると思うんですけど。強いって言ってもいろんな強さがあると思うんですけど、やっぱりそういう風に感じられますか？もうなんか。そうですね。なんか、ちょっとした悩みなんだけど。はい。なんかどこまで女性として強くなっていいのか。はい。おー。ってあるなって思ってて。はい。やっぱり女性って守られる存在でありたいとも思うんですよ。はい。女性らしく、男性らしくって、今はあんま言っちゃダメみたいなのあるんですけど、私はそれでいいって思ってて、男女って本当に違う生き物だと思うんですよ。そうですね。その中で、でも女性らしくっていうことが何なんだろうっていうのをちょっと思ってて、ただ弱くって男性に守られるのが女性でもないし、てかもう今の時代ってそうじゃないじゃないですか。だから、女性ってすごい難しいなって思ってて、人生でいろんなステージがあるから、なんか20代とかだったら、まあ仕事して、好きなこと見つけたり、これから何やろうかなって考えたりとかすると思うんですけど、まあ30代になってとか、まあそれこそ結婚したりすると、今度は妻っていう立場になったり、でそれから子供ができてってなると、子供の母っていう立場になったり、年齢を重ねていくと30代後半とかになると、
仕事でもポジションが上になってきたりとか、まあ私の場合は経営者として、とか社長として、なんかしっかりしなきゃと思う場面もあったりとか、すると、いろんな顔を持ってるから、なんかすごいそこのバランスを取っていくのが女性って難しいなって思って。わかります。めっちゃ。確かにそうですね。それが結構、なんか無双して毎日いろんなことやっちゃったり、自分のなんかスピードでいろんなことこなしてると、どんどん強くなってって、なんか本当に何があってもあんまり動じなくなってきたんですね、私。もういや、かっこいいですけどね。いや、なんかでもそうの方が楽だし、そういう方がやりやすくって多分そうなっていっちゃってるんですけど、でもそれって、なんか、いいのかなみたいな、その女性としての良さも持ちたいなって思ってるんですよ。美容とか全く気にせず、髪も振り乱して適当な洋服着て、ガンガン働く女性みたいな人ってあんまり憧れなくって、男性と張り合ったりとか、男性と同じように働いたりとかしてる人って、なんかそんなに魅力的に映んなくって。だけど、その気持ちもわかるというか、なんかそうしないとやってらんないぐらい仕事あるしとか、まあそうですね。責任もあるし、距離もなってっちゃうから、そこのバランスが本当難しい。で私も今やっぱりまあ母っていうポジションにもなって、やっぱり時間も限られてる中、バンバンいろいろこなしていかなきゃいけないってなると、なんかその心の余裕とか、柔らかさみたいなものよりも、時間優先しちゃったりとか、効率優先したりとかしていくと、なんかどんどん、女性らしさってなんだろうみたいな。でも私、最初、まゆさんとお会いした第一印象は、すごい柔らかい雰囲気を持った方だなっていう印象でした。でも、こう、関わらせていただくうちに、仕事には結構熱い思いがあったりとか、結構強い部分もあったりとかっていうのがあって、バランスっていうところを聞いて思いました。そうですね。女性らしくの部分が、まあもちろん見た目とか、身なりを整えるとかも、まあ女性らしくに入るのかもしれないんだけど、まああとはなんかやっぱり女性の方がちょっとした配慮とかもできたりするのかなって。そうですね。なんか男性よりも、なんかちょっと気が利くとか、思いやりを持てたりとか。そういうのも、まあ女性らしさなのかなとか、まあわかんないですけどね。それ男性もそういう人いたりもするし、とか。何がどれってのわかんないんだけど、でも最近思うのが、女性らしく働くっていう考えはあるのかなって思ってて、それが何かというと、やっぱり世の中の仕事とか経済って、結構男性優位なとこがあるって思うんですよ。まあそうですね。で、それはもうしょうがないことだし、なんか私も別にその男性の方が、やっぱり優れてることだったりとか、規模とかスピードとかっていうのは男性の方ができるんじゃないかなってやっぱり思う。本能的になのかな。なんかやっぱりそこに張り合う必要もないって思うし、そこで張り合って幸せになれるともあんまり思わなくて。私も昔もよくあったんですけど、まあ今もだけど、やっぱりそういう男性の経営者とか男性の方とビジネスの話をすると、みんな規模の話とか、会社で今どれぐらいの売り上げで、どれぐらいの粗利で、どれぐらいの社員がいてとか、そういう規模感とかスピード感とかの話をすごいするんですよね。やっぱりお金が全てじゃないけど、お金の規模が会社の規模だし、その人の実力みたいな風に考える方が多いのかなって思ってて。でもなんか女性ってそこを必ずしも目指してる人ってそんなにいるのかなって思って。私もそのうちの一人なんですけど、あんまり会社がすっごい大きくなったから幸せなのかって思うとちょっと違うなって。で、自分の満足できる働き方、自分が幸せになれる働き方っていうのは、やっぱり家族との時間とか、友達との時間とか、まあ、しっかり自分を美しく入れるように自分をケアする時間も欲しいし、とか、健康でもありたいし、とか、まあ、旅行にも行きたいし、美味しいご飯とかワインも好きだしっていうライフスタイルをやっぱ楽しむっていうことが自分だったら前提なので、そこをするための仕事みたいな。
イメージなんですよね。そこができていて、やっぱり満たされるから。はい。で、仕事に関してのやりがいっていうのは結局誰かから感謝されたり、まあ、例えば私のプロダクトに出会ってワインが本当に身近に感じるようになりましたとか、そこでワインを知って、ワインを人生に取り入れるようになって、なんか人生が豊かになりましたとかって言われるとすごい嬉しいし、そう、なんか私の影響でワイン飲み始めましたとかね。なんかそういう風に言ってもらえると嬉しいですよ。そこが一番嬉しい。はい。自分が作ったプロダクトがそういう風に誰かのためになってるとか、なんかそこで誰かがいい時間を過ごしてくれてるとかが嬉しくって。なるほどですね。どんどんこの売り上げを作っていこうぜっていうよりかは、ちゃんとこの質をこだわって届けるみたいなところを重きに置いていらっしゃって。そう。例えばそれが、まあめっちゃ売り上げバーってバズって売れたとしても、配送が、オペレーションが回らなくなって、お客様に迷惑をかけるとか、そうですね。そういうリスクもあるからっていうこと。そうですね。そう、なんかバズって売れてとかももちろんね、すごいとは思うんですけど、やっぱりお客様との関係も大切にしたいし、なんか本当に価値観が同じ人が手に取ってくれたらいいなと思ったりとか、男女によって仕事に対する価値観も違えば、得意分野も違うみたいなところでしょ。やっぱり女性として働くっていうのは、みんなすごい悩むと思うんですよね。どこを優先していくのかとか。まさに悩んでます。はるかさんもね、そうですよね、絶対。私今32で、で、まあ結婚してて子供はいないんですけど、まあやっぱり妻として、いい妻としているにはちょっと、おしとやかに。でも会食ではちょっと営業もやっていかないとってなったら、生意気な女、嫁はんって思われたら嫌やなとか、いろいろ思います。わかります。本当そうなの。なんか日本人って、そういうとこありますよね。私もそうなんだけど、なんかやっぱり男性と一緒にいるとちょっと一歩引かなきゃって思っちゃったり、でもなんか一歩引くことでちょっとなんか、いつもの自分でいれなくなったり、なんかそこが難しいですよね。で、まあ、そこをうまく演じていかなきゃいけないのか、どうしようみたいな。そう、難しい、そこは。で、そこを走り続けた結果、こう強くなりすぎたみたいな。それをなんか気にせずに走り続けていくと強くなりすぎちゃって。それはそれでなんかちょっとモテなくなるんじゃないかなって思ったりもするし。そう、難しい。悩みってわけでもないんだけど、結局自分は自分らしくいたいって思うから、これでいいんですけど、そうすると、一緒に入れる人が限られてきちゃったりとか、コミュニティが狭くなったりとかはあるのかな、みたいな、とかに思ったり、共有できる価値観みたいなところが、合う人っていうのが少なくなったりもするのかなとか、難しいですよね。難しいです。だから、だからそういう意味で本当に経営者って孤独っていうのはそれもあると思って、どんどん自分の自身のスキルとかやれることがアップすればするほど、孤独にもなるような気がする。みんなそうなのかもしれないですけどね。まあ、そこは今も模索中っていう感じです。ですね。答えは別にないと思うんですけど。私のその名前が、舞で朝に衣なので、朝のように強く、衣のように優しくっていう風に母が命名してて。すごい、名前の通りですね。名前の通りなの。で、それを人生のテーマみたいなところでもあるし、まあそういう風に生きたいと思うんですよね。けど、そのバランスってすごい難しいなって。ちょっと時々立ち止まって、自分を振り返るじゃないですけど、そういうことをされてるということですね。舞さんも仕事をこうバリバリされてきて、11年目になられて、そういう悩みとかをやっぱ発信してもらえるのって結構視聴者の方参考になると思うんで、私もそれだとありがたいですけど。同じ悩みで、舞さんのちょっと前の悩みでちょっと悩んでる人とかも結構いるかもしれないなって思いました。なるほどね。やっぱり女性は本当にフェーズによって悩み変わるし、ずっと悩んでると思うんですよ。そういう意味では。確かに。
舞さんお母さんでもありますもんね。そう。出産があってからはまた変わりましたか？ガラッと働き。変わりましたね。やっぱりその息子がとにかく可愛いので、はい。結局息子との時間最優先したいって結局思っちゃうから、うん私もやっぱ朝とか夕方の息子が学校に行く前と帰ってきてからは息子最優先で動いてるし、まあそこがあるからこそ、その、ちょっと働く時間が前より短くなったりとか。でもその短くなった時間で効率的にやりたいって思ってると、本当にやりたいことしかやらなくなったりとか、それはなんか良かったのかなとも思ってるんですけど、時間がないからこそちゃんと取捨選択して、優先注意つけて動けてる感覚もありますね。今までその舞さんが基盤を築いてこられたから、そういう時間の配分の仕方とかもできるっていうことですもんね。なんかそうやって選択していける働き方っていうのは、結構女性としては理想かなって思います。そうですね。だから私は結構理想な生活を過ごせてるじゃないかなって思ってるんですよ。よく考えれば。こういう風にしたいと思ってなったわけじゃなくて、一個ずつ解決してったら今のところにいるんですけど、でも、結局子育ても自分の満足いく形でできてるなって思いつつ、仕事もできてて、で、それでプラス、その自分の娯楽の時間も持ててたりとか、美容とか健康を意識する時間も持ててたりとかするから、まあいろいろ言いつつも、結構満足な生活はしてるのかなって思ってて、ただ、まあその本当に一つだけ言うとしたら、強くなりすぎてるんじゃないかなっていうとこですかね。でもなんかわかんない、その、強くていいのかもしれないしね。どうなんですかね。そうですね。舞さんのその定義するというか、強さっていうのはめちゃめちゃいいなと思いました。ただなんか強いっていうのが気が強いとか、我が強いっていうだけじゃやっぱりダメなのかなっていうのは、舞さんの話聞いて思ってて、まあ、バランスを取りながら、女性らしい働き方をちゃんと選んだ上で、まあ強く生きていくっていうのは、すごいいいと思いました。まさにそんな感じです。今回の話結構視聴者さんに刺さる方も多かったと思うので、今後もぜひこういう話聞かせてください。いや、ね、良ければ、なんか皆さんの逆にどうやってバランス取ってるかとかも聞きたいですよね。はい。そういうことを一緒に悩んで、いきたいですね。そうですね。一緒に、ちょっと共有し合いながら、助け合っていきましょう、女性同士。いや、本当にだから女性同士のつながりって、いいなって本当に思うんですよ。なんか仲間みたいな女性なだけで。確かに。そうですね。そう。その社会で生きていくためのね、同志みたいな感じで。同志で、ちょっと戦友として、一緒にやっていきたいですね。やっていきたいです。ありがとうございます。ぜひぜひ、なんかお悩みとかでもいいですし、私はこうしてるよとかでもいいので、コメントにいろいろ書いてくださると嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ今回も貴重なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。ちなみに今日は、ここはですね、パビリオンっていうショッピングモールがもう目の前に見える、ここカフェなんですけど、すごい、ここも、観光にはいいですよね。なんか観光として必ずパビリオンって来るので、なんかそこを目の前に見ながらここでお茶するとか、ね、買い物の合間にお茶するとかいいですよ。いいですね。スタンヒルっていう建物の中のカフェです。また概要欄に。概要欄に。詳細は。記載しておきます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。